皆さん大変です。おまんじゅうたちのぬいぐるみも生産中だったんですけれども、現在工場が爆撃を受けています。こうなったらあの伝説の夜間戦闘機を発進させるしかありませんね。ということで本日検証するのは夜間戦闘機の月光です。全長 12.13 メートル、全幅は 16.98 メートル、製造は中島飛行機、最高速度は 507km、発動機は空冷複列保守型の14機と栄21型です。そして最大の特徴は胴体部分から突き出した斜め銃です。今回は射銃という呼び方も使っていきます。この一撃によって敵重爆を月に代わってお仕置きしてまいります。おまんじゅうたちー、後で強調しておきます。大月光パワーメイクアップ。よし、着替えてきました。こっちの方が動きやすいんですよね。あとついでにおまんじゅうも救助しておきました。クイズに月光隊前期緊急発進せよ。ここからは実際の月光の運用方法を紹介していきます。まずは地上の警戒レーダーで来襲する敵機を探知。レーダーからの通報によって月光部隊が発進していきます。大丈夫か一番機。月光の前身である13子総圧戦闘機時代から離着陸に難があったと言われていますね。前期翼担当は決して飛行するように。敵機に発見される可能性がありますので、両翼についております翼担当は消しておきます。今は画面は明るいですが、実際は真っ暗ですので、編隊飛行を行うには相当な連度が必要です。前期落ち着け。月光はまだ敵爆撃機の編隊には突入しません。まずは地上にいる照射部隊、つまりサーチライト部隊と高射砲部隊に迎撃を任せていきます。敵機の高度が高くなければ十分効果はありますし、敵にダメージを与えることができるだけでも一応十分です。そしてサーチライトが敵機を捕捉できなくなり、地上の高射砲の砲撃が止んだら一気に月光部隊が突撃を開始いたします。ただ完全にレーダーに完成されているわけではありませんので、敵編隊を正確に捕捉するためには目視、目で確認するしかありません。まさに月明かりを頼りに戦いに臨んでいくのです。あ、おまんじゅうたち、まだ攻撃は控えろよ。月光の射銃を生かすために敵爆撃機の下側に入り込んでいきます。敵との距離が 150m から 100m、 高低差 50m から 70m の位置に立ちましたら、ここで猛烈な攻撃を開始していきます。撃って撃ちまくれ。よし、空の要塞 B17 に大打撃を与えました。よし、次の獲物にかかるぞ。こらー、まんじゅうとも無駄撃ちするなー。月光のそれぞれの機銃の装弾数は100発ですが、取り扱いをしやすくするために90発携行するのが普通だったようですね。まだ月光は戦前の設計の戦闘機ではありますが、防弾鋼板は操縦座席の後方に設置されています。ただ座席の下側の防弾鋼板は 5mm しかありませんので、効果はどうだったのかはちょっとわかりませんね。2番機早まるな。敵の弾幕に突っ込んでしまうぞ。ちなみに偵察隕石には防弾はありません。また月光自体の防御力が高いというわけではありませんので、登場の際はご注意をお願いいたします。おまんじゅうたちの脱出を確認。よかったです。後で救助しておきます。あれはラバウル夜の撃墜王イミヤスで活躍した工藤重利少尉上記の月光じゃないか。1943年5月だけでも B17 を5機、6月26日には一晩で2機の B17 を撃墜した月光乗りの大エースの上記が力を貸してくれるみたいですね。まさかそんな、あれも伝説の月光乗り、横須賀航空隊の黒島大尉と倉本上位曹が登場した月光11高型じゃないか。月光11高型は月光11型前期生産型とは違い、排気管の形状が改められていたり、下部の車重が廃止されていて、上部の車重が3丁に強化されている B 項の迎撃に活躍したタイプになりますね。この目差の感動で前が、うおー、我が月光隊の活躍によって敵 B17 の大編隊の撃滅に成功いたしました。よし、
これが超高性能機夜間戦闘機月光の実力なんですよねと言いたいところではありますが、ぶっちゃけ月光は高性能機ではありません。速度も運動性能も微妙で、離着陸もやりづらかったという評価が多く、パイロットからの評価は低めです。しかし後ろの座席にいる偵察員からはスペースが広くて乗りやすいと大好評の様子。持ち場によって評価が割れている総発戦闘機なんですよね。電波に反応。なんだ誤作動か。これは機関銃ではありません。月光に搭載された1944年8月に完成した航空機搭載型電弾の FD2 です。FD2 レーダーは重量 70kg、出力は 2.5kW、波長 60cm のデシメートル波を使いまして B29 の迎撃に活躍したことがある代物となっております。理論上は距離 3000m で敵機の探知ができる性能がありました。どうしたまんじゅう。まさかもヘチマもあるか。電弾に反応はないぞ。野生の B コーだ。このポンコツしっかり探知せい。ここであったが100年目、今こそ決着をつけてやる。ということで B コードの主導は動画の後半にて、次は夜間戦闘機月光の誕生秘話に迫ってまいりましょう。これは陸軍さん、我が海軍の月光が気になりますかな。いや特には。改めて見て我が百艇の方が美しいとふと思いふけていただけだ。確かに陸軍の百式司令部偵察機と海軍の月光とは全くの無関係というわけではないのだが、もう少し興味を持ってほしいものですな。まあ聞いてやる。ただこの手の総発戦闘機のメリットといえば、長大な航続距離を付与しやすいという点だろう。爆撃機部隊をどう護衛するかはシナ事変では大きな課題であったからな。1937年8月の第二次上海事変以降、我が国と中華民国は事実上の戦争に突入するのだが、その後戦線が拡大するにつれ、当時の我が主力戦闘機だった96式艦船では航続距離のために爆撃機の護衛につけず、部隊に大きな被害を出しており、航続距離が長い護衛戦闘機の整備は喫緊の課題となってしまったのだ。それは戦闘機不要論がはびこっていた海軍の方針そのものが要因だろうな。これは痛いところを突かれましたな。確か1933年頃の話でしたかな。当時列強国では爆撃機の高性能化が急速に進んでいたのだが、反対に戦闘機は低速で非力のため、新型の爆撃機の撃墜は困難という戦闘機不要論が海軍内で盛んに叫ばれるようになってしまった。先見性に欠けていたということだ。いや、そうとも言い切れん。実際に海軍の96式立航に対して95式艦上戦闘機では追いつくことすら難しく、撃墜は困難と報告されている。つまり戦闘機無用論が実証される形となってしまったためであり、先見性がないとまでは言い切れん。果たしてどうだか。それに我が97式ならともかく、海軍の96式艦船程度の戦闘機を護衛につけたところでどれほどの効果があったかは疑問だ。それは違う。96式艦船も当時は十分な高性能機だ。このような情勢を受けて1938年の計画の中で、戦訓に基づいて陸上攻撃機の援護を目的とした護衛戦闘機の検討が始まり、同年6月には計画がまとまった。総発機の提案を三菱へ、単発機の提案を中島飛行機に通達されたのだが、この時期三菱は零式艦上戦闘機の開発などで多忙であり、具体化せずに終わっている。中島での開発もうまく進まなかったが、海軍ではより高性能化が望める可能性があった総発機の計画を推進したことで、中島と海軍で新型機の構想が成熟することになっていった。最終的には1938年11月14日に計画要求書案の審議が行われて、13子総発陸上戦闘機として正式に中島飛行機に試作発注が行われたのだ。要求性能は航続距離 3700km、最大速度 510km 以上、さらに戦闘機と同等の運動性能を持ち、つまりは戦闘機の速度と運動性能、そして爆撃機の航続距離を併せ持った総発戦闘機ということか。そんな戦闘機を実現できるならば、いっそのことそれを主力戦闘機にでもしたらどうかね。要求が過ぎれば本道を見失うことになりかねんぞ。だがちょっと待ってほしい。これは致し方ないのだ。航続距離が不足するならば爆撃機の護衛はできない。運動性能が戦闘機並みでなければ国民党軍の戦闘機の迎撃ができない。護衛という特性上、旋回機銃を乗せねばならない。
我が方もこれが苛烈な要求であることは理解しているのだが、爆撃機の護衛戦闘機というコンセプトに倣えば必然的に要求が課題となってしまう。私なら爆撃機の爆弾搭載量を抑えた上で、機体の飛行性能を高め、先に敵の飛行場を徹底的に叩くが、まあ海軍の意見には一理あるにはあるな。中島飛行機ではこの機種の具現化のために1939年夏頃から本格的な設計作業を開始した。要求性能を実現すべく設計にあたっては様々な新機軸が盛り込まれている。機動性向上のための前縁スラット及び空戦フラップ兼用型のフラップの装備、失速特性の良好な翼も採用している。主翼前縁が前に飛び出す仕組みか。これは低速飛行時の揚力確保に有用に働くだろうな。この前縁スラットは油圧で動き、内翼スラットは 200mm、外翼スラットは 150mm 前に出るという仕組みですな。しかしこれを生かすには搭乗員にも負担がかかるだろう。いや、加速すると自動的に収納されるので心配ご無用だ。ほう、これはなかなか面白い機構だ。あとは発動機だが、栄21型と栄22型を搭載とあるが、これは別の発動機を両翼に積んでいたということなのか。特性に違いはあるが基本設計に違いはありませんな。左側のプロペラを右回転させるのが栄21型、右側のプロペラを左回転させるのが栄22型となっていますが、ただこれはあまり得策ではなく、月光として正式採用されてしばらく経つと21型に換装され、同じ方向に回転するようになったようだ。この13思想発陸上戦闘機は1941年3月試作1号機が完成、5月2日に初飛行となったが、基礎研究含めて開発には3年もかかってしまった。お手並み拝見といこう。現在月光の前身である13子総圧陸上戦闘機と冷戦の性能を比較していますけれども、さすがに冷戦の空戦能力には及びませんね。しかし13子総圧陸上戦闘機には強力な武装が搭載されていました。ご覧くださいませ。これが97式 7.7mm 連装機銃用遠隔動力式銃刀です。なんと月光の前身は斜め銃ではなくて動く機銃が搭載されていたんですね。なんか宇宙戦艦っぽくていいですよね。この2つの遠隔可動式の連装機銃の弾幕によって模擬戦ではなんと冷戦に優位に立てる状況も生まれたとか。しかしこちらの遠隔可動式連装機銃、肝心の生産がうまくいきませんでした。そしてこの機体性能だと護衛戦闘機としての評価はちょっと厳しいかもしれませんね。やはり機体性能としては芳しくないものがあったな。そもそもだ、冷戦の開発が終わったのだから、順当に冷戦を爆撃機の護衛につければよいではないか。これは一本取られましたな。当たり前の話だ。冷戦は航続距離もあるし、実際に中国戦線では大活躍を果たしているな。それで性能が不足していた13子総発陸上戦闘機は夜間戦闘機として転用されたのか。いや、この時点では雷撃機案や急降下爆撃案を検討しているという段階で、いずれも実現していませんな。その後、偵察機としての適性が認められると、13子総発陸上戦闘機は2式陸上偵察機として正式採用され、50機が生産されることになった。我が海軍の陸上偵察機も旧式化していたことだし、結果的には待望の新型機となったのだ。待て、それであるならば海軍の連中はなぜ我が陸軍の100式司令部偵察機を使っているのかね。いいや、すまなかった。確かに2式陸上偵察機は航続力こそ良い部分があったのだが、重量過多のため全体的に性能が不足していた。謎の連装機銃を無駄に積んでいたからこういうことになる。前線での評判は陸軍の100式司令部偵察機の方がかなり良く、実際に海軍の部隊にも配備されておりますな。ではやはり我が100式司令部偵察機が至高ということでよろしいな。月光の前身である2式陸上偵察機は陸軍の100式司令部偵察機よりも速度と高高度性能が低く、整備員からの評判も今一つで、日本海軍では日本陸軍から供与された100式司令部偵察機を使用することもありました。完全に打作機コースを突き進んでいた2式陸上偵察機でしたが、巨大爆撃機 B17 が前線のラバウルで本格的に活動を始めると、大きなチャンスが訪れることになります。1942年11月、ラバウルに進出していた小園康名中佐は内地に帰還すると、横須賀で行われた大型爆撃機対策会議で、自らが考案した射銃が有効だと訴えます。当初は冷笑されてしまいましたが、
使い道がなかった13子総発陸上戦闘機3機が空義省に放置されており、小園中佐は許可を得て改造を行うと、ここに月光の原型となる車銃を搭載した13子総発陸戦が誕生。そして9機の錦陸と2機の改造13子総発陸戦がラバウルに輸送されることになったのです。1943年5月に試作機2機がラバウルに到着すると、同月21日より防空戦に参加。この改造13子総発陸上戦闘機は小園中佐の狙い通り性能を発揮し、夜間爆撃に来た B17 を死角の下方から射撃、見事2機撃墜するという華々しい戦果を挙げたのです。改造された13子総発陸上戦闘機だけでも10機の B17 と B24 を撃墜と記録されています。この戦果に驚いた海軍は部隊が保有する錦陸上偵察機に車銃を装備するよう命令。8月23日にその機体を正式採用して中島飛行機に量産を命じ、ここに夜間戦闘機月光がついに誕生したのです。そしてほぼ打作機から一転し、まさかの活躍を果たすことになります。特にラバウル航空戦で活躍した工藤重俊少尉は1943年5月だけで B17 を5機、6月26日は1番で2機の B17 を撃墜し、司令官より軍刀を授けられました。また月光生みの親である小園康名大佐は熱烈に車銃を愛した男で、その後月光の他にも霊戦、雷電、水星、彩雲、銀河といった戦闘機にも車銃を装備させ、戦後にも車銃全天候戦闘万能機と終戦という本を執筆する車銃基地として知られています。なるほど。打作機から一挙に名機のごとくの活躍、なかなかやるではないか。打作機とは失礼な。陸軍さん、あれはなんだ。ああ、我が陸軍独自の戦術として100艇に斜め銃を積んでみた。なかなか良い案だろう。しかもあれは37ミリ機銃ではないか。特許を申告しておくべきでしたな。それはともかく、この車銃があれば空の要塞 B29 の迎撃にも役に立ちそうではあるな。ああ、役に立ったのは確かですな。ただ月光は想定とは異なる戦い方をしていたのではないかと考えられている。それでは早速月光と B29 の対決についてバーチャル空間で検証していこう。ここであったが100年目。見よ、月光の後期生産型である月光11型高の 20mm 3連装機銃の連続射撃を超空の要塞なんぞ叩き潰してくれるわ。落ちろカトンボ。なんちゅう硬い船じゃ。おまんじゅうたち、B 港の主翼の付け根を狙わないと。しまった、逃げられてしまいます。追うんだー。全然追いつけませんね。皆さんご存知かと思いますが B29 は B17 よりもはるかに難敵です。月光の速度は500キロちょいに対して B29 は580キロ近く、しかも高高度性能は比較にならないほど B29 の方が優れておりました。陰りを見せていた月光の性能では対処することは極めて難しい超強敵です。例えば日本本の防空戦が行われて間もなくの頃、月光は攻撃役ではなくて偵察役に徹しました。月光隊が B29 の動向を探って、雷電隊と冷戦隊がそれに続いて迎撃を担当したのです。この戦法は一定の戦果を得ましたが、月光の生産は1944年10月に終わっていたため、そもそも数が揃わずに、ほとんどの部隊では少数の月光しか残存しておらず、なかなか戦果は上げられませんでした。B29 の編隊が3000メートルでぬいぐるみ工場に向かっているだと。させるか。月光隊は4000メートルまで上昇せよ。しかし B29 は高高度からの空爆から比較的低空での爆撃に切り替えると、月光にも迎撃のチャンスが訪れたのです。いかん。この距離で敵に気づかれただと。相手は我が方よりも高性能なレーダーを搭載していますからね。2番機が燃えています。月光の防御力は微妙ですが、意外にでかくて被弾面積が大きいのもいまいちなポイントでした。前期、電波基満子射出。電波基満子はモダンな言い方をしますと、チャフになります。月光にも機体の横にアルミ片を射出する箇所がありますね。効果があればいいんですけどね。まずい。こっちも敵を見失ってしまいましたね。夜間では飛行するだけでも大変な上に、迎撃となるとこれもまたさらに大変なんです。この時月光の運命を左右するのは、後ろの座席にいる偵察員です。偵察員は機体の後方と行き先とかのね、
無線通信を担当いたしましたが、このことからわかるように夜間での戦闘は複座の戦闘機であることがとても重要なんですよね。あ、B29 の編隊を発見。当初は精密爆撃を行っていた B29 でしたが、夜間での低空での爆撃に切り替えて都市への攻撃を行うことになりました。これは無差別爆撃とも言われておりますが、無差別だったらまだ人道的だったかもしれませんね。このように街が燃えている炎の光で B29 の編隊を見つけるということもあったようですね。よし、B29、やはり下から出現したな。これは下側の斜め銃の方が効果を発揮できそうですね。実際に末期の本土防空戦では月光の下側の射銃の方が効果を発揮したという証言が残されています。天佑は我にあり。撃ち方始め。前期生産型の月光も飛ばしておいてよかったわ。4番機もやられた。おまんじゅうたち脱出せよ。おまんじゅうは必ず救助します。撃ちまくれ。ご安心ください。本土防空戦士の月光は携行弾数を増やして機銃2丁につき350発も用意されておりました。ここは B29 の主翼の付け根だけでなく操縦席を狙って帰還させることを困難にさせていきましょう。くそ、まだまだ飛べるぜよ。とどめだ。斜め銃の威力を思い知れ。これが月光の本当の力だ。我、野生の B29 を撃墜せり。今回は野生の B29 なので数はそこまで多くありませんでしたが、実際は合計500機といった数でやっていきますので、少数の月光ではもはや焼け石に水どころの話ではありません。そして護衛の戦闘機である P51 ムスタングが随伴してきますと、月光での迎撃は極めて難しくなり、役割を譲ることになりました。あのムスタングはよかった、遊軍機でしたね。バーチャル世界での検証で安心いたしましたよ。最後に本土防空戦で名を馳せたパイロットの方の一部を紹介させていただき、まとめに入らせていただきます。さらなる強敵 B29 との戦いで月光は劣勢を強いられてしまいますが、その中でもエースを輩出していきました。16機の B29 を撃墜または撃破したとされる遠藤幸男大尉は、上記の月光で敵機を落とすたびに撃墜数を示す桜をかたどったマークが増えていき、ラジオで広く喧伝されて国民的人気となりました。夜間での迎撃のプロフェッショナルと思われがちの遠藤大尉ですが、近年の研究では判明している記録は B29 機の撃墜と撃破が10機で、夜間戦闘に限って言えば B29 を撃墜したことはなく、2機の撃破だったという検証も存在しています。大尉は1945年1月14日の名古屋空襲で無念の戦死を遂げてしまいました。一夜に B29 を5機撃墜するなど伝説的な活躍を見せたのが倉本十三飛行長と黒島四郎中尉でした。1945年5月25日から26日にかけての夜間戦闘で B29 を合計5機撃墜し、もう1機には激しい損傷を与えたという大戦果を得て戦争も生き延びました。しかし戦闘の際は暗視ホルモンと呼ばれるいわゆるヒロポンを摂取していた漁師は戦後覚醒剤の後遺症に悩まされ続けてしまいます。このように月光をはじめ日本の迎撃機の視力を尽くしての戦いで B29 にも一定の損害を与え続けましたが、1945年5月以降護衛に P51 ムスタングが随伴してくるようになると、月光ではもはや太刀打ちすることはできず、迎撃の任務を他の機体へと譲るようになりました。月光は持ち前の汎用性能を生かして以前から対艦攻撃の任務などについており、特にレーテでの戦いでは魚雷艇へ攻撃に活躍を果たします。その一方で特攻機としても使用されており、爆走した月光が台湾、沖縄、フィリピン方面の敵艦隊へ突入し命を散らしていきました。このような射銃以外の月光の運用についてはまた別の機会に特集したいと思います。月光には後継機の登場も望まれていましたが、夜間戦闘機電工の生産は進まず、終戦まで運用され続けます。月光の総生産機は試作機含めて477機で、終戦時に残存したのは40機程度でした。月光は高性能な戦闘機ではありませんでしたが、戦力として間に合った航空機であり、南方では夜間戦闘機として活躍。
そして本土防空戦でも貴重な戦力として一定の活躍も果たしました。もし月光がなかったら、日本の都市はより大きな被害を受けていたかもしれません。月光の動画頑張って作りました。最後までのご視聴誠にありがとうございました。よろしければ動画への高評価もよろしくお願いいたします。またメールでもお知らせした通り、おまんじゅうたちのぬいぐるみの発送は12月中旬から下旬頃に延長となってしまいました。大変申し訳ございません。この場を借りまして深くお詫び申し上げます。お詫びといってはなんでございますけれども、私の直筆サイン入り名刺を購入者の方全員にプレゼントをいたしますので、何卒よろしくお願いいたします。ということで、今回の動画は以上となります。こういった分野に興味がございます方は、我がチャンネルの登録もよろしくお願いいたします。それでは皆様、次の動画でお会いいたしましょう。さよなら、バイバイ。